こんばんは、EX ネットのメモリーです。今回は、トコヨ暗連射の中でも、特に対応が難しい、ワーム合体時の攻撃に特化した攻略を紹介します。特にワーム時の最大の鬼門である、蛇行突進については、安定して避けるための2つのポイントを詳しく解説していきます。合体後の開幕は初回のみプレイヤーの近くに出現。以降は前回の合体が解除された位置から出現します。出現すると近いプレイヤーを狙いダイブしてきます。その後着地地点を中心に衝撃波が波状に拡散。ダイブと衝撃波はどちらも攻撃判定があり、衝撃波はガード可能で出血ゲージもたまりません。ワームとの距離が近いとタイミングの違う2つの技を回避する必要があり、安定した対応が困難です。なのでダイブ前にしっかり距離を取ることが大切です。ダイブが当たらない距離を保ち、衝撃波をガードかジャンプで回避。ただし衝撃波は判定が長いため、ジャンプする際は十分に引きつけましょう。といった感じで開幕はワームとの距離を確保するのが重要なのですが、それより優先度が高いのがマップ中央への移動です。ワーム状態では5つの大技を連続で使ってきますが、マップの端近くにいるとどこかで逃げ場がなくなります。なので開幕はマップ中央へ移動しつつワームから離れるようにしましょう。開幕ダイブ後に確定で使ってくるライン上に槍を降らせる攻撃です。1回目は正面ライン、2回目以降は両サイドへ拡散。位置をずらしながら合計3回攻撃してきます。見た目以上に判定が広く、横に逃げても被弾しやすいので、無理な疾走やステップ回避よりガード受けがおすすめ。ただしガードすると出血ゲージが急増するので、うまく位置を調整して1回のガードで済ませましょう。この攻撃を使う際に地面が2段階に分けて光るのですが、この地面の光の少し外側が次の突進を避ける目安の位置となります。突進攻撃は直進と蛇行の2種類があり、光の3連装の後にこの2つを交互に使用してきます。どちらを先に使ってくるかはランダムに近い挙動です。この2つの突進の回避方法やポイントをそれぞれ詳しく解説します。プレイヤーに向かって一定距離をまっすぐ突進後、左を向いて地を這う硬波を2回放ちます。硬波はガード可能ですが、初段ガードは危険です。ガードのけぞり中に2発目を食らうので注意が必要です。またガード時は出血がたまるため、基本はジャンプ回避。距離によっては硬波が見えづらいので、振り払うモーションを見てジャンプするのが安定します。また距離が離れているときは8時の方向に疾走すれば敵の背後を取れるため、硬波自体の回避が不要です。距離が近いときは突進に対して真横に疾走ジャンプ連打すればギリギリ回避が可能です。ワーム時の最大の鬼門となる技がこの蛇行突進。強い追尾性能とガードをめくる多段判定により、
距離をとってもガードしても安定して回避するのが困難です。ここでポイントとなるのが二次交差と距離管理。二次交差とはワームが右から左へターンするタイミングで時計の2時の方向へ交差するように疾走で走り抜ける方法です。距離管理には近距離と遠距離の2つがあり、近距離はダイブが当たらないぐらいの距離が目安。遠距離は光の3連装の際、地面が光る範囲の外側が目安。この距離感で待機し、右左ターンのタイミングで2次交差。その後はワームを追うように反時計回りに出走します。近距離の時は折り返してきたタイミングで再度同じ要領で2次交差して回避します。壁際や距離によっては若干アドリブが必要な場合もあります。それでも闇雲に避けるより同じルールで回避すれば経験値が蓄積しやすく、回数を重ねれば安定してきます。ワーム解除前に使う広範囲の大技です。ガードも回避も不可で、被弾すると固定ダメ、プラス出血ゲージが急増。ただし有効範囲があり、かなり距離を取れば被弾しません。よくあるのが逃げた先が透明の壁で被弾するケース。ここで開幕で説明した中央への位置取りが生きてきます。最悪逃げきれない場合は無敵のアーツでやり過ごすのも手。復讐者で逃げきれないときは技発動前にファミリーを出しておけば自己蘇生も狙えます。それでは実際にどのような流れで回避するか実践してみます。マップ中央へ移動しつつワームから距離を取ります。3連装の地面の光の外側へ移動しつつガードで受け流します。今回は直進突進が先に来たので8時の方向へ疾走します。後波後はダイブが来るので当たらない距離まで逃げます。次は蛇行突進が来るので近距離回避のパターンの位置へ移動。距離を調整しつつ二次交差&反時計回り疾走で回避。あとはワームから距離を取り大輪開花を回避。といった感じで一連の動作として考える必要があります。もう一つ蛇行突進が先に来るパターンもやってみます。蛇行突進の遠距離パターンの回避ですね。3連装の地面の光の外側を目安に位置取りします。2回目の右左のターンに合わせて二次交差&反時計回りに疾走。このように距離管理がしっかりできれば安定して回避できます。直進突進は真横に疾走ジャンプ連打でも回避可能。あとはワームとマップ端から遠ざかるように逃げます。実践映像で見るとこれならできそうって思いませんか？
長時間の動画となってしまいましたが、攻略は以上です。最初は理不尽に感じやすいですが、動き自体は決まっているので、一度動きを理解し感覚をつかめば、だんだんと対応できてくると思います。他にも皆さんのおすすめの回避方法や安定する立ち回りがあれば、ぜひコメントで共有してもらえると嬉しいです。この動画が強化ハルモニア攻略のきっかけになれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。